今回は初心者や復帰勢の方へ10分で3ブレイクの体験の立ち回りを教えます。本動画を最後まで視聴すれば3ブレイクのストーリーを体験1本でクリアできると思います。まずは体験ってどんな武器でしょうか。攻撃は OV ですが、リーチは長く一撃の威力が非常に高いです。特にタミギの威力は全武器種でナンバーワンの威力を誇ります。なので使っていてとても爽快感があります。またコンボも非常に簡単なので初心者の方にも自信を持ってお勧めできる武器です。当チャンネルはライズで100本以上の体験の攻略動画を投稿してきた体験特化型チャンネルで、これからもガンガン体験のお役立ち動画を発信していくので、体験が好きな方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それでは本題です。今回は体験を使用する際に心がけること、体験の推奨の入れ替え技、体験の必須コンボの3つに分けて解説をします。それではまず体験を使用する際に心がけることを4つ述べておきます。攻撃を貯めることができるんですが、できるだけ貯め攻撃を当てる癖をつけてください。理由は貯めると火力が跳ね上がるからです。貯める前の縦切りと貯めた後の縦切りでは火力は約3倍違います。2つ目、抜刀中には移動しないでください。理由は体験の抜刀時の移動速度はとんでもないくらい遅いからです。納刀する場合は B で回避をしてから納刀、あるいはかけり虫1つを使用して鉄柱式の強化納刀で納刀ができます。ちなみに強化納刀後は20秒間腕が青く光り攻撃力が 1.1 倍されるので頻繁に使いましょう。3つ目、モンスターの弱点を狙ってください。ハンターノートでも見れますが、肉質が45以上の部位で大抵は頭です。例えば肉質30の部位、肉質60の部位だと威力が2倍違います。弱点を狙う理由は体験の攻撃の一つ一つが遅く、特に大技のため切りを当てられる機会は限られているので、適当な箇所を殴っていると狩るのにとても時間がかかってしまいます。4つ目、ガードを防御の用途で使わないでください。理由は武器の切れ味が大きく下がるからです。ただしモンスターの方向は切れ味が下がらないので使っても構いませんし、ガードは抜刀の役割も果たすので、高速で抜刀したいときはガードを使いましょう。そしてもしガードをしたいのであれば一子加勢の構えを使いましょう。この場合は切れ味も減らないですし 75% もダメージを軽減してくれます。攻撃を避ける際は納刀して B で回避をして攻撃が当たらないところに事前に移動したり、モンスターに背を向けて L スティックを倒しながら B で緊急回避を使ってください。回避は無敵時間がとても短いんですが、この緊急回避は無敵時間がとても長いので、納刀状態で動くことが多い体験は使用頻度がとても高い重要な回避方法です。体験の推奨の入れ替え技を説明します。立ち回りによってどの入れ替え技を使用するべきか変わります。今回は初心者の方でも扱いやすい入れ替え技のみを厳選して解説していきます。今作から早替えで戦闘中に入れ替え技を変更できますので、初期の赤の書は普段使いで攻撃を耐えながら反撃するアーマー型で、サブの青の書は攻撃をガードでいなしながら反撃するカウンター型にします。今回おすすめするのがタックル混合ため切り、一子加勢の構え、ため切り連携、月光斬新ため切り、強化納刀です。他の入れ替え技を候補から外した理由は概要欄に記述しているので、気になる方はご覧ください。体験の必須コンボを解説します。使用コンボは6つです。体験には様々な攻撃モーションがありますが、基本的には一部のモーションしか使わないので、初心者の方はいきなり全部は覚えなくて OK です。どのコンボも共通で言えることですが、後半に繰り出す技の方が強力です。今回はモンスターが動き回っている時はアーマー型の赤の書で戦うことを想定しており、5つのコンボを使います。モンスターがダウンしそうな時に青の書に切り替えることを想定していて、その場合は後ほど説明する一子加勢の構えと小樽爆弾と新ため切りで大ダメージ当たるコンボを1つ使います。まずは1つ目のコンボ、体験の基本中の基本、縦切り強ため切り月光斬です。 X、L スティックを上に倒しながら X、また L スティックを倒しながら X です。月光斬に関しては L スティックで360度攻撃方向を指定可能です。またこれらの攻撃は3つとも貯めることができます。このように貯めるとドンドンと音が鳴り光るので3回のタイミングで放ちます。ただし派生によってはこのため回数は異なるので、白く光ったら放つと覚えてしまいましょう。ちなみにため攻撃中は L スティックで45度向きを変えれます。またためすぎだと音が
ドンとなるんですが、ダメージが落ちてしまいます。これらの一連のコンボの使い方としては、モンスターの隙がある時に縦切りや強ため切りを当てて、すかさず月光山を構えます。月光山はため中に攻撃されてもよろけない性能があり、しかも被ダメージを最大 50% カットして、ダメージを食らった状態で反撃すると火力が 1.5 倍になります。なのでモンスターの攻撃を耐えてから放つことを意識するといいです。次は2つ目のコンボ、攻撃に混合ため切りを織り交ぜます。鉄柱主義の混合ため切りは使用頻度が非常に高い有能な技です。理由は使い勝手が抜群だからです。地上で抜刀さえしていればかけり虫を1つ消費していつでも使えます。簡単に言うと移動しながら繰り出せる強ため切りってところです。次に混合ため切りの後に月光山に派生が可能です。混合ため切りの威力は強ため切りと月光山の間ぐらいです。さらにモーション中は攻撃を食らってもよろけません。また移動方向はスティックを倒した向きで360度指定可能です。さらにスティックの倒し具合で短い移動と長い移動にするか選択することが可能です。そのため使用用途は非常に多様で、モンスターに接近して月光山を構えたり、縦切りの後に混合ため切りの代わりに出すのもいいでしょう。次は3つ目のコンボ、攻撃にタックルを織り交ぜます。タックルには3つの特徴があって、相手の攻撃中に放ってもよろけない、気絶をさせることができる、そして体験の大技の月光山を放つためのショートカットのような役割です。それではまず使い方をご覧ください。縦切り、そして X ボタンを押しっぱなしにして強ため切りを溜めている間に A でタックルを放って、そうすると強ため切りを省略して月光山を放っています。基本的に攻撃を溜めている最中に A ボタンでタックルを放っているので、混合ため切りを溜めている最中も同様にタックルを放って月光山を放っています。このコンボは相手の攻撃にタックルを使っていなしつつ攻撃をしたい時や、強ため切りを放つ時間はないけど月光山を放つ時間がある時なんかに使います。そして4つ目のコンボ、攻撃に回避を織り交ぜます。例えば抜刀中に B で回避をして X でタックル、そしてさらに A でタックル、そしてその後にスティックを倒しながら月光山といったコンボです。回避、タックル、強ため切りもよく使うコンボです。先ほどのコンボではタックルは A で売り出していましたが、回避の後は X で出せます。なので剣を振った後は A、回避をした後は X でタックルを出せると覚えておきましょう。このコンボはモンスターと距離を調整しつつため切りを当てたい時なんかに使います。次は5つ目、攻撃にジャンプため切りを織り交ぜます。納刀中に ZL プラス X で飛んでジャンプため切り、 A で強投げ払い、そして X で月光山です。今作はかけり虫を使えばかなりの距離を移動できるので、モンスターと距離が離れている際に使ってみてください。最後6つ目はサブの青の書で想定するコンボです。小樽爆弾と一子火星の構えを使って新ため切りです。かけり虫は2つ使います。鉄柱主義の一子火星の構えを体験のため中に ZL を押して発動した場合は、被弾すると即新ため切りに派生可能です。 ZL は連打でいいと思います。この被弾を小樽爆弾を代用して使うコンボです。やり方はまず小樽爆弾を置いて即その場でスティックを倒さずに X ボタンを押して縦切りを溜めて ZL 連打で一子火星の構えを発動します。 X ボタンを押し付けていれば即新ため切りに派生が可能です。火力も 1.35 倍の補正がかかり非常に強力なので、モンスターがダウンしている時や隙がある時に積極的に使ってみてください。新ため切りは全武器種の技の中で一番高いダメージを与えれる技で、デバフをもらった月光山の 1.2 倍の威力を誇ります。新ため切りは回転しながら2回切りますが、1撃目をモンスターの弱点、つまり肉質45以上の部位にぶつけると体が赤く光り、2撃目が新ため切り強撃っていうモーションに変わり威力が跳ね上がります。なので新ため切りは特に弱点を狙うことを意識してください。ちなみにため中以外でも ZL プラス X で一子火星の構えを発動可能で、その場合はため切りに派生します。緊急ガード代わりに使うといいでしょう。一子火星の構えは火力という点では体験において最強の戦術ですが、
モンスターのモーションがわからないと進化を発揮しないので、慣れてきたら使用頻度を増やしてみてください。こちらの動画で一子化成の構えは詳しく解説をしています。主要コンボは以上です。皆さんぜひサンブレイクで今日学んだことを実践してみてください。何度も反復すると必ず上達します。一人で練習するのは苦手って方もいると思いますが、そんな方のために当チャンネルのメンバー制度ではマンツーマンで特訓もしているので、気になる方は概要欄ご確認ください。それでは終わります。バイバーイ。